落語。フェルスタッペン、言いたいことは山ほどある。F1 日本 GP でございます。ところが今年の鈴鹿でも妙なことになっております。史上3戦目の日本 GP でフェルスタッペンが Q2 で落ちたんですって。落ちた。11番手だ。しかもチームメイトのハダジャーは8番手で Q3 進出。これだけでも言いたいことは山ほどある。でも単にレッドブルの調子が悪いだけじゃないんですか？そこが面倒だ。確かに車も良くねえ。だがフェルスタッペンはそれだけじゃねえ。そもそも今の F1 のルールそのものにかなり腹を立ててる。前からマリオカートだ。フォーミュラ E オンステロイズだって言ってる。そんなに変なんですか？変だ。昔なら限界まで踏んでコーナーへ突っ込む。今はな、途中で電気が尽きる。ストレートの終わりで勝手に電気がなくなる。で少しケツが出ただけで今度はアルゴリズムが起こる。なんだか人間よりバッテリーのご機嫌を見てますね。そうだ。だからドライバーたちが嫌がってる。ノリスなんぞ速度が落ちるとソールが痛いって言ってる。ハミルトンも少しオーバーステアしただけでバックストレートの速さをぼっそり持っていかれるって怒ってる。レクレルも限界で遊ぶんじゃなくて限界の下でお行儀よくしないといけねえって文句だ。じゃあフェルスタッペンだけじゃないんですね。そうだ。だがフェルスタッペンは言い方が重い。フラストレートですらね。ビヨンドだ。もう怒ってるのを通り過ぎてる。で何を考えてるんだって聞かれたら、人生だよ。ここの人生だよ。だ。鈴鹿で人生相談が始まってる。それは重いですね。重い。しかも去年まで鈴鹿でポール取って勝ってた男だ。それが今年は Q2 落ち。そりゃ、ルールにも車にも言いたくなる。でも師匠、じゃあ今の F1 はダメなんですか？そこも難しい。抜きやすくなったとか、レースは良くなった面もあるらしい。だから FIA も全部壊さずに予選の変なところだけ直したい。要するに、厨房に料理人が多すぎて、レシピが変になったんだ。ハミルトンもそう言ってる。アクセル緩めて充電しなきゃってところの改善ですね。今の F1 はな、最高のスピードを目指すんじゃなくて、充電と放電のうまさを競うマリオカートになってるってこった。お後がよろしいようで。ここから師匠のニュース解説です。今回の日本 GP 予選で、まず事実として抑えるべきなのは、マックス・フェルスタッペンが11番手で Q2 敗退したことです。しかも、レッドブルのチームメイト、イサック・ハダジャーは8番手で Q3 進出しており、フェルスタッペン個人としてもかなり痛い結果でした。ロイタースも彼の鈴鹿での連続ポール記録が止まり、鈴鹿で2019年以来初めてポールスタートで亡くなったと報じています。ロイタース .com。ただし、今回の焦点は順位だけではありません。ユーザーが貼ってくれた BBC 記事でも中心になっているのは、フェルスタッペンが2026年の F1 レギュレーション自体に深い不満を持っていることです。彼は新しいハイブリッド PU ルールをマリオカートやフォーミュラ E オンステロイズと皮肉り、予選後には I'm not even frustrated anymore, I'm beyond だとまで言っています。さらに、A lot of stuff to personally figure out, life here と答えており、今の F1 で走ること自体への迷いのようなものまでにじませています。そして、この不満はフェルスタッペンだけではありません。ノリスはストレートで 56km/h も速度が落ちると It hurts your soul と語りました。ハミルトンは少しオーバーステアを出しただけでバックストレートで 0.25 秒を失ったと説明し、レクレルも限界を超えると直線で3倍返しを食う感覚だと不満を示しています。サインズに至っては Not good enough for F1 とまで言っています。つまり2026年ルールの電力マネージメントが強すぎてドライバーの限界勝負が薄れる問題はかなり広く共有されています。一方でルールメーカー側も問題を認識しています。BBC 記事では F1 のルール担当者たちが今週末のレース後に会議を開き、
予選でのエネルギー切れ問題をどう改善するかを議論するとされています。ただし、オーバーテイク増加などのポジティブな面は壊したくないとも考えています。つまり、今の F1 は、レースのしやすさと予選でのドライバーの気持ちよさの間で揺れているわけです。ここで面白いのは、ドライバーの感覚と制度設計のズレです。ドライバーからすれば、予選は本来、車の限界と向き合う場です。少し滑っても立て直す。少しオーバーでもまとめる。その超えそうで超えない芸が予選の醍醐味でした。しかし今は、ちょっとでも限界に触れると、その代償がストレート全体で返ってくる。つまり以前なら勇気や技術で報われた場面が、今はアルゴリズムに罰せられることがある。この感覚の変化が、バスタッペンたちの違和感の中心です。ただ遅いのではなく、速く走る楽しさの質が変わってしまったことに怒っているわけです。だから今回の日本 GP 予選は、バスタッペンの Q2 敗退だけでなく、今の F1 は本当に最高峰らしいのか、という問いを突きつけたセッションでした。レッドブルが速ければ、バスタッペンの皮肉ももう少し余裕に見えたかもしれません。でも実際は自分が11番手、チームメイトは Q3 進出、車にも不満、ルールにも不満。そうなると、言いたいことは山ほどあるは単なる愚痴ではなく、かなり本気の危機感に聞こえます。要点まとめ、今回のポイントは4つです。第1に、バスタッペンの Q2 敗退は結果として衝撃だが、チームメイトが Q3 進出していることでなお痛い。第2に彼の不満は、レッドブルの不調だけでなく、2026年 F1 ルールそのものに向いている。第3に、その不満は、ノリス、ハミルトン、デクレア、サインズらにも共有されていて、FIA の見直し議論に入る。第4に問題の核心は、予選が限界勝負から電力とアルゴリズム管理へ寄りすぎていることにある。つまり、フェルスタッペンは1回の予選に起こっているだけではない。今の F1 がドライバーが限界を見せる競技として少し変質してきたことに本気で嫌気がさしている。という話です。出典 BBC スポート User Provided Text A lot of stuff to figure out for Verstappen and F1's rulemakers. Reuters Antonelli Paul in Japan Verstappen streak ends. For more Rakugo style news in English, follow @Shisho Rakugoka, eng, @Shisho Rakugoka.